こんにちは、赤星インコチャンネルゆめです。あっという間に今年も終わりますね。年を重ねるにつれて1年がとっても早く感じます。皆さんはどんな1年だったでしょうか。私は毎週土曜日に配信すると決めているのですが、今年は休むことなく配信できてよかったと思っています。さて、今回のラジオ夢のテーマですが、2023年の振り返りと、毎年恒例の今、私が思っていることをお話しします。それでは、2023年の振り返りですが、今年配信した動画本数は58本でした。それと、今年から始めた YouTube ショートですが、70本のショート動画を配信させていただきました。で、動画を見ていただいた視聴回数ですが、合計で29万1000回再生されました。多くの方にご視聴いただき、本当にありがとうございます。登録者数ですが、425名の方が新規登録していただいて、8300名を超えるチャンネル登録者数になりました。本当にありがとうございます。今年配信した動画の中でよく見られたのが、葵とママと子供の物語、シングルファーザー、ママと呼ばれる鳥6でした。ショート動画では、お母さん、ありがとうが多くの方に見ていただきました。ありがとうございます。シングルファーザーの思い出は、高齢になるママが子育てしている中、だんだん体調を崩していくのを心配しながら撮影していたことを覚えています。そして甘えん坊パパの葵がママの代わりに頑張って子育てしてくれたことに感動と感謝したことを覚えています。あれから時が経ちましたが、今でも葵とママは仲良く暮らしています。こういう今年を振り返る動画は今回で3回目になるのですが、振り返り動画を配信しようと思ったきっかけは、あるゲーム実況者の方が年末に今年を振り返る動画を配信していて、それを見て視聴者に寄り添っているなぁとか、視聴者に対して感謝の気持ちが伝わっていいなぁと単純に思い、私も真似して始めました。私なりですが、感謝の気持ちが伝わるように今年を振り返る動画を続けていきたいなぁと思っています。そのために一年一年頑張って動画を配信していきます。それでは続いて今私が思っていることですけど、去年はゴミ拾い問題を通して感謝を伝える言動のお話をしましたが、今回は仕事とはについてお話しします。皆さんは仕事って何？と聞かれたら何と答えますか？私は仕事は辛いものと思っていました。ある時までは。以前働いていた会社で取材を受けたことがあって、その時に仕事って何？って聞かれたのです。私は迷わず仕事は辛いものと答えたのです。どんな好きなことでも仕事になると辛くなる。例えば自分の好きな音楽活動をしていて、それが仕事になるといろんな関係者が絡んできて自分の音楽ができなくなる。けど仕事だからしないといけない。あとスポーツが好きで楽しくしていたが、プロになるとプロで生き残っていくために厳しい練習をして、自分の気に入らないことでも監督やコーチの指示があるとそれに従わないといけない。一般の会社でも自分が納得できない仕事をしないといけない。それが当たり前で、だから仕事は辛いものと思っていました。その取材でインタビューしていただいた元プロ野球選手の方にそのことを伝えました。そうするとその方が、でもやりがいはあるよと答えられたのです。その時は頑張ったら自分の成績が残るからとか、その分の見返りや給料が上がるからと思っていました。けどその私の考えを覆す出来事が起きたのです。 YouTube で動画を見ていると、あるテーマパークにて亀さんが観客の質問に答えるアトラクションの動画が目についたのです。その時観客の方が仕事が面白くなくて会社へ行きたくないんですと
質問したのです。で、亀さんの答えが、君の仕事で誰かを笑顔にするんじゃないの。直接お客様に会わなくても、君の働いている会社のものを利用したりして、誰かが笑顔になっているかもしれないよ。誰かが笑顔になることを思ってお仕事を頑張ったら、と答えたのです。この言葉を聞いて私の考えが一変したのです。仕事は辛いものではなくて、仕事は誰かを笑顔にするもの、と。元プロ野球選手の方がおっしゃった。でも、やりがいはあるよ、との言葉。観客から大声援を受けて、結果を出せばみんな笑顔になって喜んでくれる。みんなの笑顔のために、辛いこともやりこなせる。この方はそのことを実感していたので、やりがいがある、と答えられたのでした。私は今、仕事って何？って聞かれると、迷わずに、誰かを笑顔にするもの、と答えます。話が変わりますが、私が YouTube を始めたきっかけなんですけど、職場で休憩時間中、先輩と話している時に、YouTube でセキセイインコの動画を配信したら、と言われたんです。その時、私は YouTube は動画投稿サイトぐらいのことは知っていましたけど、YouTube を見たことがありませんでした。その日、家に帰って初めて YouTube を見たら、メントスコーラの動画ばかり表示されたのです。何本かその動画を見ていたら作り込まれた動画もあったのですが、ほとんどがスナップ動画のようなものでした。別にこんな感じで気軽に投稿してもいいなか、と思い、うちの子たちの成長記録を残すために投稿してみよう、と気軽に配信し始めたのがきっかけでした。最初は話のネタになればいいかな、と思っていて、職場の方にもチャンネル登録していただきました。こんな感じで始めた YouTube 配信。もちろんのこと、登録者数も伸びることなく、職場の方の10名程度でした。それから半年ぐらい配信を続けた時、登録者数が30名に増えたのでした。知らない人が20人も見てくれている、とビビってしまって、ちゃんと動画を作って配信しないといけないと思ったことを覚えています。そうしてどんな動画が喜んでもらえるかなと考えながら配信していると、コメント、高評価が増えてきて再生数も増えてきたのです。そして母と子供の成長記録を物語にした、そして母になるを投稿すると、信じられないほどにバズって一気に登録者数が増えました。それから絵本のような物語動画をメインに作ろうと決めました。おしゃべりも芸もしないセキセイインコで物語に特化した動画は、興味のある人の絶対数が少なく、視聴回数は伸びないことは分かっていましたけど、見てくれている方がいる限り物語動画で行こうと思っていました。その時に絵本のようにいつも子供に読み聞かせていますとのコメントをいただいた時、やり続けてよかったと涙を流しました。その職場は体調を崩して辞めてしまったのですが、最後の挨拶をした時に YouTube もやめちゃうのと聞かれて、付き合いだけでなくちゃんと私の動画を見てくれていたんだと思い、とても嬉しかったです。始めた当初、まさか4年も続けて登録者数も8000名を超えるとは、職場の方も思っていなかったと思いますが、私も思っていなかったです。職場の方に YouTube 配信のきっかけを作っていただき、感謝しています。本当にありがとうございます。話が戻りますが、YouTube 配信は仕事ではないですけど、視聴者様が笑顔になったり、感情を動かすような動画の配信を心がけて、5年目となる来年も続けていきます。よろしくお願いします。以上で私の今思っていることのお話は終わります。今回の動画はチャンネルの趣旨である物語動画にはかけ離れていますが、年末ぐらいこんな感じの動画を投稿してもいいかなと思って配信しました。多分来年の年末もこんな感じの配信をすると思います。楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただき
ありがとうございます。5年目となる2024年もよろしくお願いします。ゆめでした。